お、食った。食った。よし、食った。よっしゃ、食ったぞー。お、なんだこれ。さあ、ついに北海道上陸です。ワクワクしますね。釣り具屋さん到着。ここはね、24時間やってるみたいなんですよね。よいしょー。よし。釣り具屋さんに行って、ルアーをね、買ってきました。まずは大きめのね、シンキングミノーを買ってきました。で、あとは細身のね、なんか棒みたいなメタルジグを買ってきました。で、これを使って何をね、狙うかというと、北海道ね、第1弾は、サクラマスと、あとはアメマスをサーフから狙ってみようかなと思います。最近ね、サーフの釣りをあんまりやってなかったんで、やっぱりこう、漬物といえばサーフの釣りっていうところがあると思うんで、今回はね、久しぶりにサーフの釣りをね、やろうかと思います。それで、今後の予定なんですけど、北海道って言っても結構広いんで、とりあえず到着して、1週間か2週間ぐらいは、この札幌エリアを中心に、この近郊、札幌近郊のこの道央エリアを攻めていこうかなというふうに思います。道北のエリアとか、道東のエリアとか、その札幌からちょっと遠いところっていうのは、この北海道の釣りを1、2週間、この道央エリアの周辺でやってみて、把握してからね、行こうかなというふうに思ってます。よし。じゃあね、早速明日の朝から釣りと行きたいところではあるんですけれども、結構ね、今時間も遅いですし、体も疲れてるっていうところもあるんで、今回1日目はゆっくり休んで、釣りは明後日からかな。そんな感じでね、やっていこうと思います。さて、釣り場に向かいましょう。まだね、時間3時台なんですけど、随分でも明るくなってきましたね。やっぱりね、北海道は夜明け、明るくなってくるのが早いですね。さて、北海道のサーフにやってきました。いやー、サーフの釣り自体がめちゃくちゃ久しぶりですね。今回狙う魚は漬物、全然釣ったことない魚なんで、手探り状態ですが、とりあえずね、やってみようかなと思います。まず朝一はミノーからスタートです。いや、しかし寒い。気温がね、今10度ぐらいしかないです。朝晩は結構寒いんですけど、日中晴れてれば18度とか20度近くまで気温が上がるんで、服装の調整がね、結構難しいです。で、今回狙ってる魚、サクラマスとアメマスっていう魚なんですけれども、サクラマスは確かヤマメが海に下ったタイプの魚で、アメマスがイワナが海に下ったタイプの魚だったと思います。で、サクラマスは鮭と同じような感じで、海に下って川に戻ってくるっていうような感じの生態なんですけれども、サクラマスが川に戻ってくるのはこの春の時期、桜が咲くぐらいの時期らしいですね。だからサクラマスって呼ばれてる説もあるみたいです。で、川に戻ってくる前の時期っていうのは近くの海岸を回遊しているので、サーフとか磯とかそういうところでも釣れるっていうことみたいです。よし、ちょっとルアーを変えてみます。メタルジグで遠投して沖の方をね、狙ってみます。メタルジグはただ巻きで釣れるらしいんですけど、何せ釣ったことがない魚だから、アクションの魚とかね、全然わかんないんですよね。
お、食った。なんか食いましたよ。リフト&フォールにしたら食った。めっちゃ沖の方で。なんだろう。よし。魚だ。なんだろう。なんだ。お、なんかマスだ。あ、マスじゃない。これは。はい、北海道第1魚種目はね、ウグイですね。なんかシルエットがね、マスっぽく見えたから、マス系の魚かと思ったけど、ウグイでした。まあ、なかなか興奮させてくれました。大きさは35センチぐらいかな。何はともあれ、北海道第1魚種目、やりました。はい、ウグイちゃん、バイバイ、ありがとう。よし、とりあえず幸先よく魚は釣れた。まあでもウグイがいるってことは、でジグを食ってくるってことは、沖の方にはなんかベイトがいるのかもしれない。でもどうなんだろう、このリフト&フォールの釣りっていうのはサクラマスとかアメマスに有効なアクションなんだろうか。お、食った。なんか食ったよ。リフト&フォールやっぱ効くな。けどこの引きは多分ウグイちゃんだ。はい、いらっしゃい。はい、ウグイちゃん2匹目。ウグイにはリフト&フォールが効くんだろうか。沖の方にはウグイの群れがいるみたいですね。そしてリフト&フォールにやたらと反応がいい。サクラマスとかアメマスも食ってきてくれ。いやー、厳しい。でも楽しいな。ひとまずね、一旦撤退してお昼ご飯を食べに行きます。北海道といえばセイコーマートですよね。これが噂に聞くセイコーマートのパスタか。チキンたっぷりペペロンチーノからいただこう。すげえ、めっちゃほら肉入ってますよ。これで127円はありがたいですね。うん、味も悪くない。塩昆布と鮭の和パスタ。なんか127円なのにいちいちクオリティが高いですよね。いただきます。うん。あ、結構美味しいじゃん、これも。セイコーマートって言われる理由がよくわかりますね。ごちそうさまでした。よし、じゃあ早速釣りを再開するか。いやー、北海道の道ってすごいよな。なんかもうその辺の道端からクマとかシカとか出てきそうだもんな。トラウドってどうなんだろうな。完全こう回遊してくるのを待ってる釣りなんだろうか、それともヒラメとかみたいに地形変化とか離岸流についてたりするんだろうか。その辺も全然わかんないからな。お、今のサクラマスだった。今のサクラマスだった。食ったよ、手前で。あ、ミノーに食うんだ。くっそー。これでもいいぞ、チャンスあるぞ。今日はね、残念ながら魚の収穫がなかったんで、晩ご飯はセイコーマートの惣菜です。タンパク質もね、しっかりとって、今日は早く寝て、明日ね、また再挑戦しようと思います。おはようございます。よし、今日もやっていきます。朝一はミノで。今日
今日こそなんとか1本釣りたいな。魚がいないのか、それともルアーが間違ってるだけなのか、わからないな。朝はたくさん人いたんですけど、釣れてないからかみんな帰っちゃいましたね。諦めず投げ続けるのが俺の人生だった。お、来た、なんか来たよ。おっしゃ。なんだろう、またウイちゃんかな。あんまり引かない。お、なんだこれ、見てください。これ釣れた魚、多分これホッケですよね。やった、北海道らしい魚だ。大きさは35センチぐらい。ヒットルアーはね、メタルジグです。やりました。北海道2魚締めホッケです。やった、本命じゃないけどめちゃくちゃ嬉しい。ホッケってサーフでも釣れるんだ。やっぱりこう釣ったことない魚を釣った時の高揚感っていうのはなんか特別なもんがありますよね。お、来た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 。あれ、これまたホッケじゃない？もしかして。うわ、ホッケだ。やったーやりました。ホッケ2匹目。いやー嬉しいな。ミノーでも釣れるんですね。朝は全然ダメだったのに回遊してきたんだろうか。なんか群れでたくさんいるようなそんな感じがしますね。やりました。いつもホッケの開き食べながらこの魚いつか釣ってみたいなとか思ってたから、なんか本命じゃないんですけどめちゃくちゃ嬉しいです。この調子で本命もゲットしたいな。よし、食った、よし、食ったよ。これもまたホッケだ。よっしゃー、ホッケ爆鳥だ。すごい、ミノーでホッケ爆鳥だ。びっくりしたあ、本当ですか。ちょっとお会いできたんで、なんかご当地事業をちょっと。マジですか。そんなのいいんですか、もらって。ありがとうございます。 SST ジグっていう、40グラムちょっと重たいかもしれないですけど、 SST ジグっていうんですか。 SST ジグっていうへあんまり売ってないジグなんで、そんなのいただいていいんですか。なんかたまたま出会って、なんかこうやってお話できたんで、ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。はい、頑張りますありがとうございます。お疲れ様でした。いやー嬉しいな。なんか旅をしてるとこういう人の温かさみたいなのに触れる機会がね、増えた気がします。お、来た。なんか来ましたよ。お、これはホッケだ。やりました。いただいたジグでホッケ釣れました。ありがとうございます。この調子でサクラマスも頑張ります。すごいな。このジグに変えたら一発で釣れた。なんだろう、この黒とピンクの色がいいのかな。うわ、来た。おお、すげえ、連続ヒットだ。よいしょー、またまたホッケちゃん。やりました。いただき物のメタルジグでホッケが爆鳥です。よし、食った。よっしゃ、食ったぞー。ホッケはそんなに引きの強い魚じゃないですね。バタバタこう暴れるだけっていう感じです。
よいしょー。ホッケちゃん、イエイ。よし、来た。お、これあれじゃん、アメマスじゃん。やった。やりました。アメマス釣れました。またホッケかなと思って無言でね、やり取りしてしまいました。いやー、すごい綺麗だな。いただき物のジグでね、釣れました。ありがとうございます。よーし、北海道で釣りたかった魚、また1魚種達成したぞ。サーフだけで3魚種も釣れるなんて、北海道のサーフ面白いな。そしてこのジグマジですごいな。よっしゃ、食ったよ。またホッケかな。あんまり引かない。あ、今度はホッケちゃんだ。イエーイ。さて、では釣ってきたアメマスとホッケを使って晩ご飯を作っていこうと思います。いやー、お腹すいた。このアメマスめちゃくちゃ太ってる。美味しそうだ。とりあえず魚は全部鱗を取って3枚におろそう。うわ、すごい。見てください、ほら。やっぱ海に下ったマスはね、身が赤いんですね。ホッケはすごい身が柔らかいな。これがホッケの身です。すごいですね。綺麗な白身ですね。はい、ホッケとアメマスさばき終わりました。どちらもね、身に程よく脂が乗ってるような感じがして、すごいね、美味しそうです。で、生でね、食べてみたいところなんですけども、どっちの魚も結構アニサキスがいるらしいんで、今回ね、生で食べるのはやめときます。このマス系の魚を生で食べるときは、寄生虫対策で一回凍らして、ルイベっていう状態にして食べるそうです。ただね、漬物は冷凍する設備を持ってないんで、今回はね、火を通して食べます。よし、じゃあ、アメマスから料理していくか。豪快に半分に切ります。そしたらアルミホイルを用意してえのきを敷き詰めます。そしたらアメマスの実を乗っけます。次にぶなしめじをたくさん散りばめていきます。そうしたらホイルを少し丸めて日本酒、塩コショウ、お醤油、そしてバターをポンとで包みます。そしたらダイソーの3号炊きメスティンに少し水を張って、でこれをこのまま入れます。そして蓋をして、よし、じゃあ火にかけながらホッケの方も料理していきますか。ホッケの身に塩コショウをまんべんなくかけます。そしたら薄力粉をまぶします。この今釣りしてるあたりなんですけれど、この辺ね、スーパーとかなくって、でコンビニしかないんですよね。だからコンビニで揃う食材とか調味料ぐらいしか得ることができなかったんで、今回はねちょっとシンプルな料理でいきます。オリーブオイルで先ほどのホッケを皮目から焼いていきます。アメマスの
きのこたっぷりホイル焼きと、ホッケのムニエルです。いただきます。いやー、お腹すいた。じゃあ早速ね、まずは、アメマスからいただきます。アメマスのホイル焼き、いただきます。なかなか美味しい。やっぱりこのマス系はバターと相性がいい。そしてホイル焼きと相性がいいですね。このホイル焼きはすごい美味しいんですけど、このアメマス、魚自体はめちゃくちゃ美味しい魚ですっていう感じではないですね。でもこれキノコがうまい。キノコうまっ。さあ続いては、ホッケのムニエル、いただいてみます。ホッケ美味しいですね。これはうまいわ。めちゃくちゃ旨味が強い。ホッケって一夜干しにしなくてもこんなに旨味があるんだ。そしてね、食感もすごくいいです。ふわっとしていて、身はホロホロっとほぐれる感じで、食感も楽しいですね。これはうまい。今日ね、コンビニに寄って食材を調達したんですけど、お酒買い忘れちゃったんですよね。だから、常時持ち歩いてるこの日本酒で今日は乾杯します。いただきます。でも、いい釣りができた後の酒はうまいな。このアメマスは食べるっていうところでいくとあんまり人気がない魚なんですけど、サクラマスはね、めちゃくちゃ美味しいらしいです。北海道滞在中に絶対釣りたいです。このホイル焼きの中に溜まったスープがうまい。キノコとね、魚の旨味がたっぷりです。うまっ。ごちそうさまでした。完食です。はい。というわけでね、今回、サクラマスを釣ることはできなかったんですけれども、ターゲットの一つであるアメマスを釣ることができましたし、サクラマス用の細長いジグ、あれが、ただ巻きで魚を食わせることができるということが分かったので、2日間釣りをして結構な収穫を得ることができたんじゃないかなというふうに思います。で、サクラマスは5月いっぱいは釣ることができるみたいですし、北海道の中で場所さえ選ばなければ、6月いっぱいまで釣ることができる場所もあるらしいので、この後もね、引き続き諦めずに狙ってみたいなというふうに考えてます。いやー、今日はね、久しぶりに魚がたくさん釣れて、とってもね、楽しい兆候だったんで、今日はね、いい夢を見れる気がします。じゃあね、今日はこの辺で失礼します。バイバイ。